こんにちは、カズマです。4月20日月曜日。時刻は朝の9時半を回りました。現在僕はオーストラリアのタスマニア島にあるホバートという町に来ています。で、今日そのホバートを出ます。というか、今日このオーストラリア旅も最終日となりました。今日ホバート国際空港からメルボルンを経由して、ブリスベンに着いて、で、そこからケアンズを経由して日本へ帰国します。いやー、思い返せばこの旅もあっという間でしたね。いやー、本当にいろんな出会いがありましたよ。予想外な展開の連続というか、出会った方々のご厚意もあって、なんとか無事生き延びることができました。こういったサバイバルな旅ができるのも、もう今しかないと思ったわけで、それでやることにしたんですよね。人生3回目のオーストラリアなんですけれども、改めて来てよかったですね。前回の動画でも話したように、メルボルンとタスマニアは今回が初めてだったんで、やっぱり人生生きているうちに一度は行ってみたいなと思って、それで旅をすることに決めたんですよね。ちなみにこれ、この左側に映ってるこの青いリュックなんですけれど、こちらはカリマーという名前のイギリスのアウトドアメーカーでして、もうかれこれ3年ぐらい経つのかな。初めて買ったのが2023年の2月頃だったんで、当時は定価で4万5千ぐらいしていたんですけれども、偶然その時アマゾンで 30% か 40% ぐらい値段が下がってたんですよね。これはもう買うしかないと思って、それで買っちゃいました。何気にこの色が気に入ってるっていうか、割と目立つんでね。で、しかも自分の場合は、テントと寝袋も入ってるんで、そういったものを詰め込む上では、やはりこれぐらいの大きさがないと、ちょっと厳しいんですよね。と言っても、次回、そうですね、まだ決まってはいないんですけれど、今後、東南アジアや、または、ネパールだったり、中央アジア、どこでもいいんですけれど、次回旅をするときは、もう少し荷物を少なくしていこうかなと思って。っていうのも、東南アジアだったり、ネパールとか、それ以外に一部の国でだったら、多少なりとも物価は少し安いですし、いずれにせよこのオーストラリアと比べたら、だいぶ値段は下がると思うんで、そういう場所へ行くときは、もうテントや寝袋はもう必要ないだろうなと思ってるんで、次回旅をするときはもう少し少ない荷物、もう少し小さいリュックで旅をしようかなというふうに考えています。そして、なんで今回このリュックを選んだかっていうと、皆さん知っての通り、オーストラリアってすごい物価が高いんですよ。それも数年前のそれも7年前の2019年と比べて、宿泊費が大幅に値上がってますね。さすがにこれはちょっときついなと思ったんで、それで今回もテントと寝袋を持ってきたんですよね。これが大活躍でして、特に寝袋とこのマットがすごい重宝してますね。そういった宿泊費だったり、その支出を削減する上では、どうしてもね、持っていく以外に方法がなかったっていうのが正直なところでありますね。でも、こういったサバイバルな旅ができるのも、この5体満足である今しかできないわけですし、で、そのヒッチハイクだったり、またはテントを張って寝泊まりするっていうのも、もうこれはなんだろうな、今までの経験上、気候が安定している国だったり、治安が多少なりとも良さそうな国でないとちょっと厳しいかなと思って。さすがに東南アジアとか一部の国では湿度がものすごい高いですし、めっちゃ暑いんで、そういうところではさすがにちょっとテント泊はちょっと厳しいかなーって、なんとなくそんな気はしますね。それよりも、さっき言ったその東南アジアとかネパールだったり、または一部中央アジアの国々だったら、ホステルだったり、その宿泊費用に関しても、このオーストラリアと比べたらだいぶ値段が下がるわけですので、例えばベトナムや
タイ、ラオスとか、インドネシアもそうですけれど、そういった国へ行くとなれば、こんな大きい荷物、これぐらい大きいリュックはもう必要ないだろうなって、内心そんな気がするんですよね。なので、次回旅をするときは、機内持ち込みで移動できるような、それぐらいコンパクトな荷物、コンパクトにまとまっているリュックを背負って、次回旅をしようかなというふうに考えています。まあもちろん、このチャンネルでは、海外を旅する以外に日本国内でも引き続き動画を配信していますので、もし気に入ったら、今後も見ていただけると嬉しいです。まあその旅の記録というか、それ以外に自分自身がこの人生生きていく中でいいなと思ったことや、単純に話したいこと、今の心境や、現在の、僕自身の近況などもそういったありのままのリアルであったり、もっとパーソナルな一面を映していきたいんですよね。まあそういった映像記録というか、動画日記のようなものをこれから先も残していきたいというふうに考えています。少し言い忘れた部分があるんですけれども、改めて日本以外の国へ行ってよかったなと思った理由の一つとして、人それぞれ本当に様々な生き方、いろんなライフスタイルがあって、どれ一つとして同じ生き方は存在しないんだなっていうのが、改めて、実感しましたね。っていうのも、日本の場合、こうじゃないといけないとか、何があってもこういう風にしていかないといけないという、その固定観念がすごい根強いイメージかもしれないんだけれど、まあ、国が変われば文化も違いますし、人それぞれの考え方や価値観だったり、当たり前とする基準っていうのも人それぞれ全然違うんですよね。そういった面では、やはり、いろんな国を見て回るっていうのはすごく大切なことですし、で、そこで出会う人たちの、その話を聞いて、で、その人たちが生きていく上で大切にしていることだったり、そのライフスタイルというか、その人生生きていく上で必要な部分だったり、ここはどうしても大切だけれど、ここは譲れないとか、多分そういうのってあると思うんですよね。まあ何が言いたいかっていうと、まあいろんな生き方があって、別にいいんじゃないかなっていうのが、個人的な意見ではありますね。別に多少なりとも違ったっていいじゃないですか。何にせよ、自分自身が純粋に今、この瞬間が幸せっていう風に思えるような、そういうライフスタイルへと近づくことができるんだったら、それでいいんじゃないかなって、内心そう思いますね。このように正解なんていうのは存在しないですし、何が正解かっていうのは人それぞれ異なるわけですので、自分にとっての正解は他人にとっての不正解に当てはまることだってあるし、まあそれはね、考え方っていうのは人それぞれ千差万別ですので、まあそれぐらいね、みんな違っていいと思うんですよ。みんな違ってみんないい。そうやって他人は他人、自分は自分、自分にとって、幸せであると感じるものだったり、もしくは自分にとって苦しいと思うような部分はできる限り減らしていくっていう、まあ、そういった取り組みを続けていけば、おのずと自分にとっての自分にとって理想とするような人生へと近づいていけるんじゃないかなって、僕はなんとなくそう思いますね。今とあっては高級な車とか高級な家とかそういうものがあんまり欲しくないというか、生きていく上でこんなにたくさんのものは必要ないんじゃないかなっていろいろ感じるようになってきたんですよね。まあこれもその経験してきた中で改めてその自分自身がそう感じたわけですので、まあ僕の場合は、まあさっきも言ったように、ミニマリズムに沿ってなるべく少ないもので暮らし、できる限り自分自身がやってみたいこと、今後気になることやチャレンジしたいことだったり、そうやってなるべく少ないものをベースに、最大限できる限りのことを実践する。まあそういう風にして、これから先ももっと自分自身もっと好奇心というか純粋にやってみたいなと思うようなことがあれば、それに向けて行動していきたいなというふうに考えています。というわけで、そろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。日本に帰国した後も引き続き動画を
発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。さよなら。